ボリュームセンサーの説明をします。E カタログのタイプ別モデルをクリックします。コンポーネント、テンプレーツをクリックし、3D ワールドにフィーダーテンプレートとコンベヤーテンプレートをダブルクリックで追加します。コンベアとフィーダーを PNP 接続します。シミュレーションを再生します。フィーダーからワークが生成され、ワークはコンベアのパスに沿い移動します。このコンベアにボリュームセンサを追加して、ワークが特定の範囲に差し掛かると検知できるようにします。シミュレーションをリセットします。コンベアを選択した状態で、モデリングタブに移動します。動作設定グループのビヘイビアをクリックし、センサーの中からボリュームを選択することで、ボリュームセンサーを追加することができます。ボリュームセンサーがワークを検出する位置を設定します。フレームを設定します。3D ワールドでフレームを表示していない場合、3D ワールドツールバーのフレームタイプをクリックし、フレームにチェックをつけます。コンベアのパスフレームが表示されます。ボリュームセンサの検出範囲を設定するため、検出したい範囲の左下と右上にフレームを設定します。ジオメトリーグループのフィーチャーをクリックし、フレームを選択することで、新しいフレームを追加します。マニピュレーショングループの移動で、フレームをミッドフレームと同じ位置に移動します。フィーチャープロパティに移動し、オブジェクト座標に変更します。フレームを X 軸方向に100、Y 軸方向に-100移動します。検出範囲の左下に設定するため、フレームの名前をローアーフレームに変更します。先ほどと同じ手順で別のフレームを追加します。フレームをミッドフレームと同じ位置に移動します。フィーチャープロパティに移動し、オブジェクト座標をクリックします。フレームを X 軸方向に100、Y 軸方向に100、Z 軸方向に200移動します。検出範囲の右上に設定するため、フレームの名前をアッパーフレームに変更します。2つのフレームを使用してセンサの検出範囲を定義します。コンポーネントグラフに移動し、ボリュームセンサーを選択します。プロパティのローアーフレームにローアーフレーム、アッパーフレームにアッパーフレームを設定します。オレンジ色の面がワークを検出する範囲です。3D ワールドにセンサーの検出範囲を表示しない場合、プロパティにあるボリューム表示のチェックを外します。検出範囲を非表示にした場合は、フレームで検出範囲を確認します。センサーがワークを検知したことを通知するためのシグナルを作成します。ビヘイビアをクリックします。シグナルからブール型を選択し、ブールシグナルを追加します。コンポーネントを選択し、コンポーネントシグナルを追加します。次に、2つのシグナルをセンサーに設定します。ボリュームセンサーを選択し、プロパティでコンポーネントシグナルにコンポーネントシグナルを設定します。ブールシグナルにブーリアンシグナルを設定します。Python スクリプトを追加し、シミュレーション中にセンサがワークを検知し、動作するように設定します。ビヘイビアをクリックし、Python スクリプトを追加します。2つの変数を作成します。conp イコール get コンポーネントと記述します。get コンポーネントは VC スクリプトからインポートされ、Python スクリプトを含むコンポーネントの情報を取得します。センサーの変数を定義します。センサーイコール comp.findBehavior と記述することで、コンポーネントのビヘイビアから括弧内で定義するものの情報を変数へ代入します。センサの情報を取得するため、括弧内にボリュームセンサーと記述します。オンシグナル、またはオン欄にプログラムを記述します。オンシグナルに Python スクリプトと接続しているシグナルの値を変更する記述をします。センサーには2つのシグナルがあるため、Python スクリプトに接続することで、スクリプト内で使用することができます。ブーリアンシグナルを選択します。プロパティに移動し、接続を展開します。プラスボタンをクリックし、Python スクリプトを選択します。接続に追加したため、シグナルの値に変化があると Python スクリプトに通知します。コンポーネントシグナルを選択し、
接続に Python スクリプトを追加します。エディターに戻り、オンシグナルに記述します。シグナルがオンになると、シグナルの値を出力ウィンドウに表示したいため、プリントシグナル .value と記述します。Python スクリプトのウィンドウの左上のアイコンをクリックし、Python スクリプトをコンパイルします。ボリュームセンサーを選択します。コンベアのパスを流れるワークを検出させるため、プロパティの検出コンテナにメインパスを設定します。シミュレーションを再生します。Python スクリプトでオンシグナルを取得していません。シミュレーションをリセットします。センサーがワークを検出したため、出力ウィンドウにコンポーネントシグナルとルールシグナルの値を表示します。ワークがセンサーを通過し、リセットされるため、コンポーネントシグナルの値はノン、ルールシグナルの値はフォルスになります。出力ウィンドウに表示している記述を右クリックでクリアを選択して削除します。Python スクリプトのエディターに戻り、シグナルの値を出力する記述を削除し、if signal.value =true と記述します。センサーがワークを検出したとき、コンベアを停止します。センサー .detection コンテナと記述することで、センサーの検出コンテナを参照することができます。Behavior は、Enable プロパティによって有効無効の設定をすることができます。値をフォルスにし、パスを停止させます。Python スクリプトをコンパイルし、シミュレーションを再生します。ワークがコンベアの中央で停止し、次のワークはコンベアを流れません。ワークはセンサーの検出範囲に到達することで停止し、次のワークはパスが無効であるため、コンベアを移動できません。Python スクリプトを変更し、パスではなくワークを停止する記述に変更します。シミュレーションをリセットします。Python スクリプトのエディターに戻り、パスを無効にする記述をコメントアウトします。センサー .component シグナルと記述することで、センサーのコンポーネントシグナルを参照します。コンポーネントシグナルの値はコンポーネントオブジェクトであるため、ストップムーブメントと記述し、コンポーネントの動作を停止します。シグナルの値が True の場合、ワークを検知します。センサーのコンポーネントシグナルの値は、検出したワークであるため、ワークを停止させることができます。Python スクリプトをコンパイルし、シミュレーションを再生します。ワークが停止しました。パスは無効になっていないため、次のワークはコンベア上を移動します。シミュレーションをリセットします。ボリュームセンサーのテスト方法を変更します。ボリュームセンサーに戻り、テスト方法を Bbox、バウンディングボックスに設定することで、コンポーネントがセンサーの検出範囲と交差するタイミングを変更することができます。コンポーネント内のジオメトリーを検知します。Bbox インターセクトは、コンポーネントの中心が検出範囲の内側にある場合、検知します。Bbox センターインサイドは、コンポーネント全体が検出範囲の内側にある場合、検知します。検出範囲を平面から空間に変更するため、検出範囲の左下を示すローアーフレームの位置を変更します。マニピュレーショングループの移動を使用し、X 軸方向に約 -200mm 移動します。2つのフレームの間がセンサーの検出範囲です。ボリュームセンサーに戻り、設定を確認します。シミュレーションを再生します。シミュレーションを一時停止します。ボリュームセンサーは、コンベアコンポーネントのルートノードにあり、ワークは 3D ワールドに接続されたルートノードでもあります。センサーとワークは同じノード階層にあります。センサーの設定を変更します。兄弟テストにチェックをつけます。センサーと同じ階層にあるノードのジオメトリーをセンサーが検出するようになります。シミュレーションを再生します。ワークが流れ、停止しました。センサーは 3D ワールドの同じノード階層で
パス内のワークを検知する指示が出されているため、ワークを検知し、停止しました。シミュレーションを一時停止します。ワークを確認するため、ツールグループの測定をクリックし、スナップタイプを境界に設定します。ワークにカーソルを合わせることで、ワーク全体を囲む最小のボックスが表示されます。最初のエッジがセンサーの検出範囲と交差することで、ワークを検出しました。シミュレーションをリセットし、エスケープキーを押し、測定モードを解除します。テスト方法を BBOX センターインサイドに変更します。シミュレーションを再生します。ワークは最初のエッジが検出範囲に到達しましたが、停止せず、ワークの中心が検出範囲に到達することで停止しました。シミュレーションをリセットします。テスト方法を BBOX フリーインサイドに変更します。ワークが検出範囲に接触すると検知し、停止します。ボリュームセンサーは、ワークの検知をサンプリング間隔で指定した周期で実行しています。サンプリング時間は 0.01 秒です。サンプリング仕様のチェックを外すことで、パルスシグナルによりセンサーのオン・オフを切り替えることができます。ボリュームセンサーについての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。